自分の目で見てるから難しいよね。第三者の目じゃないからね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はじゃーん、メイク動画になります。イエーイ。まあ見ての通りですね。眉毛かなりね迷う方いると思うんですよね。どうやって描いたらいいのかなって。眉毛って微妙なバランスでできてるので、昨日までは全然問題なく描けてたのに、今日なぜか急に描けないってそういう時ありませんか？微妙なバランスでうまくね描けなくなること多いんですよ。そう、私もね生えてたり生えてなかったり、ちょっと伸びたりね、なんかそういういろんなバランスでですね、眉毛迷子の方多いと思います。最近はね、皆さんマイクロブリーディングっていうの、眉毛のタトゥーみたいなのねされてる方も多いので、だいぶねやりやすくはなってるのかなと思うんですが、私もね数年前マイクロブリーディングしまして、それがねまだちょっとだけ薄くちょっとだけ残ってる感じです。でもね、私あんまり好きじゃなかったんだよね。なので1回しかやってないかったのでステイをねしなかったんですけど、それでもねやっぱり5、6年もっとか若干赤く残ったりとかしてるので、まあね、もしやる方がいればちゃんとねインスタグラムでねどういう感じの眉毛描く人なのかっていうのをちゃんとリサーチしてね、整形と一緒です。安いから行こうみたいな、みんな技術一緒だろうって思ったら大間違いなので、もしねそういうのをやりたいっていう人はきちんとねその人の技術とかを確かめて、値段とかじゃなくてね、自分の好みに合う眉毛なのかっていう、そういうのをね調べてから行ってください。ということでね、まあそういうので今日はね毎日のメイクでどうやったらね簡単に今時っぽい眉毛を作れるのかっていうのをお話ししていきたいと思います。眉毛っていうのはね、もう本当にその時代移り変わっていくものです。私たちが本当に、50代の方が昭和のねトレンディードラマみたいな、ああいう時はもう太眉でね、今はね結構太眉の時代にまた戻ってきてるんですけれども、その後ね安室ちゃんみたいな細眉が流行ったりとか、あっち振り回されこっち振り回され、ズボンとかスカートの丈とかと一緒ですよ。ロングが流行ったりミニが流行ったり、太いのが流行ったり細いのが流行ったり、いろいろねもう本当に移り変わっていくものです。なのであんまりね、あなたも後悔してるでしょ。若い時に抜いてしまったあの眉毛のことを。そう、眉毛はねあんまり抜くのはおすすめはしないですね。というのもやっぱり、抜いちゃうと毛根がねだんだん弱ってってしまって、そこからもう毛が生えてこなくなってしまうので、もしね眉毛整えるよっていう人は抜くよりはちょっと反る、そういう感じで対処していきましょう。そして今はねナチュラルなね眉毛の太さで大丈夫かなと思うので、あんまりね産毛がバーってあって、それが眉毛をねちょっとごちゃごちゃねさせてしまうようでしたら、無駄なところをちょっとだけ反るみたいな感じでねやってあげたらいいかと思います。で、私の眉毛はですね、見ていただくとわかるんですけど、あんまりねそんなに勢いがあるわけではなく、昔からね薄いんですよね。そうで、ちょっとずつちょっと抜けてる部分とかもありつつで、見てわかる通り左右全然違いますね。こっちはどっちかっていうとストレートっぽい感じで、こっちはどっちかっていうとアーチ型っぽい感じですね。なのでいつも困っちゃうんですよね。こっちの方が私は好きなんで、ちょっとアーチっぽい感じ。こっちだとねあんまりにもストレート落ちみたいな感じカクってなっちゃうので、なるべくこっちに合わせたアーチっぽいなだらかな雰囲気で揃えられたらなといつも思うんですけれども、で見てわかる通りね、ここの真ん中の始まりもうこっちの方がちょっと上がってて、こっちの方が結構ストレートに始まっています。皆さんね両方とも同じ眉毛の人って絶対いないと思うんですよ。必ず左右やっぱりちょっと違うので、どっちの眉毛が好きなのかっていうのを決めて、でそっち側に合わせるようにしましょう。生えてるまんまでやるとね左右がやっぱり変わってきちゃうので、
どっちかに合わせるようにした方が、バランスがね取れるかと思います。私は内側の若干ちょっとアーチっぽい感じの方が、柔らかい雰囲気にね私の顔には合うかなと思うので、こっちに合わせていければなと思います。できたら私はこの辺のね下のこの始まりのこの辺の毛をねちょっとカットしたらバランスがもうちょっと良くなるかなと思います。はい。ではこっから下の部分ちょっと剃っていきます。こういうねちょっと剃るやつ、もうすごい使い込んでるやつだけど、これで剃っていきます。剃りすぎないようにこうやってねガードして剃っていきましょう。まつげとかね剃らないように。で右と左でね、こっちの方がちょっとここねすごい内側に入り込んじゃってるので、この1本だけ切ります。ほんとね眉毛ってその1本でバランスが変わってきちゃうんで、あんまりね眉頭を整えちゃいけないって言われるんですけど、でもねあまりにも左右のバランスがね変わってきちゃう人はこの1本単位でねこうやってやってあげましょう。はい、ここ揃いました。でまずね私は最初に毛流れをね整えたいので、こういうワックスみたいなマスカラみたいなこういうジェルみたいなね眉毛をこうリフトアップするものがあるので、こういうのだったらこういうスクリューブラシをね取って、でこれはギャツビーってほら髪の毛のブランドよ。そうあれからこれはね生え際とかも使えるやつなんですけど、これね眉毛にも使えます。これはこういうスクリューブラシがねついてるので、これをこのままねこうやってやるとリフトアップしてね毛流れができます。で最近の眉毛のトレンドはやっぱり眉毛のね一本一本の毛流れをしっかり立たせて流れを作って、描いてるっていうよりは眉毛の一本一本の流れで見せるっていう、そういうのが最近の、眉毛のねトレンドなので、しっかりね眉毛描いてますみたいなペンシルとかでねしっかり描いちゃってますっていうよりは、毛流れを整えてない部分をちょっと足していく、そういうのが、今時眉になるかなと思います。なのでね眉毛だけ置いてけぼりにならないように、その辺もねしっかりちょっとトレンドを入れながらやっていきたいと思います。どうしてもね若い頃のメイクを引きずってしまう、そこからね進歩しない方もかなりいるんですけれども、そうするとねやっぱりちょっとそれがね老け見えの原因になってしまうことが多いので気をつけましょう。やっぱりねちょっとずつそういうねトレンドはね入れて柔軟にね年齢を楽しみたいと思います。ということでやっていきましょう。まずじゃあ私これやりやすいのでこっちでやりましょう。反対でね、結構新しいとこれがダブダブでめっちゃくっついちゃうので、ちょっとこうやってねしっかり取って、私はねこう逆立てを最初逆さにこうつけてススッとつけてのしっかりね上にこう立たせて毛流れをね、そうするとやっぱり寝てる毛が起きると細い眉毛のね形もちょっと太くなるんですよ。なので最近のね太眉ブームっていうかね、細くてあんな太くなれませんよっていう人もこうやってね毛をこう撫でつけてあげると意外とね太さ出るので、こんな感じでねやってみましょう。しっかりね太さ出ましたでしょうか。でねちょっとこうやって平らなもので撫でつけてあげるといいかなと思います。ピッとどう？結構太くなったよね。ということで反対もやっていきます。
ちなみにね、私はあんまり眉毛を明るくしてるのを好きじゃないんですよね。私は今回眉マスカラ使わないですけど、もしね、あんまりにも眉毛濃いのが嫌だよっていう人は、まあ、使ってみてもいいかもしれません。そう、こっちの方がね、山が高いんですよ。こっちよりもね。なので、あんまりにもね、リフトアップさせすぎちゃうと、こっちだけね、こっちの方がもっとブワってなっちゃうので、こうやって、眉毛の上をね、スーッとこう、スクリューブラシとかで、撫でつけてあげると、毛流れがね、カーブがこう、降りてくるっていうので、これで形を整えてあげてください。こんな感じ。見えるかな？こんな感じです。で、やっぱり足りない部分とかあるので、そこを足していきたいと思います。私は、ここのね、カクってここが、カクってなってるここの部分が好きじゃないし、こっちと合わないので、こっちはちょっとあるんですよ。ここに数本ね、シュッシュッシュッと毛をかき足していきたいと思います。あと、ちょっとこの辺かな。この辺かな。眉頭とこの辺。ここはね、結構あるので、この辺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 。あと、ここね。この辺ね。を書き足していきたいと思います。こういうね、めっちゃ細い眉毛を一本一本描くリキッドのものがあるので、これで一本一本描いていきたいと思います。これはね、ダークブラウンみたいな色だね。こっちはブラックかな。ブラックにしよっか。本当はちょっとグレーっぽいのがあるとよかったけど、ここを一本一本スッスッとね、見える？もうほんと、触ってるか触ってないかぐらいの感じ。もう産毛を描く感じです。こんな感じ。見える？見えた？ここ。ほら。足されてる。もう、この辺。このね、手の角度によってだいぶ。これはね、こう手をね、固定してやってくださいね。もうなんか気分で気持ちで足りねえなここみたいなところをここ足りないかな、ここね。こんな感じでね、足しました。今のところどう？これでこうやって一本一本足しました。足しましたら、さらにちょっとパウダーでもいいし、私は好きなこのポマード系、ポマードっていうこういうねやつで、これが濃いからこっちの薄いの方にしようかな。で、今のね描いたところをぼかしてぼんやりとね足していきたいと思います。はいね、こういう感じの平たい
なんていうの、こういう硬いね、短くて硬くて平べったくてね、ちょっとラウンドっぽくなってる方が当たりがね柔らかいので、こういうのでちょっとうっすらね描いてなじませていきたいと思います。今のところね、ちょっとこう描いたところが描いてますよみたいな感じで見えなくもないので、ちょっとね取って、まず下のラインからちょっと、私はまあね、ちょっと下のラインをまず安定させて、でそこから眉頭の上、こう描き、こうつなげ、これをこうつなげる感じ。難しいね。まあとりあえずこのぐらいにしときましょう。あんまりねがっつり描くっていうよりは薄く、まず下のラインをこう取って、こう取り、こう取り、こう取るって感じで、次下の眉尻の下で眉頭、眉頭をしっかり描いてしまうとボーンって感じになっちゃうので、眉頭はちょっとここをまず抜いて、上と下でね幅を決めてあげましょう。ここだな、ここだなって感じ。難しいよね、眉毛って。私もね、なんか人の眉毛を描けるのに自分の眉毛がやっぱね、自分の目で見てるから難しいよね。第三者の目じゃないからね。こっちはうまくいったね。ほら、右と左手やっぱ違うんだよね。やっぱこっちの方がやっぱりこっちがほらまっすぐで、こっちがちょっとラウンドっぽく見えちゃうんだよね。でもまあこんなんね、誰も静止した感じでは見ないので大丈夫です。これぐらいだったらまあ誤差じゃないでしょうか。そしてね、眉毛のここね、もう一回一本一本足してみたいと思います。足りない部分をね、ほい。でどっちかっていうと今は下のラインがはっきりして上にボケていくっていうのが結構ね流行りっちゃ流行りなので、下のねラインここはしっかり取ってもいいかなと思います。今ちょっとねまず足しました。それを上へとねぼかすような感じ。しっかりこのスクリューブラシでねぼかしてあげれば、ちょっとボテってついちゃってもね全然大丈夫です。でもしまだもし言ってる、もしもっとね眉毛がね本当に薄くてはっきりしない人、濃くねペンシルとかで描きすぎてしまうとあんまりにもね眉毛描きましたって感じになっちゃうので、そういう方におすすめなのはコンシーラーで、こうコンシーラーありますよね。コンシーラーでこういうね明るめな色をこういう平たいやつに取ってですね、ちょっとこうポンポンってやって、この下をちょっとスースーっとこうやって
綺麗にしてあげる。ちょっとこうやってコンシーラーで下にね、眉毛の下にハイライトをして眉毛のねラインをこうやって取ってあげる。今ねかなりはっきりしてるけど、こんな感じでして、でまあちょっとねぼかしてあげましょう。上もね眉尻、この辺とかこうやってぼかしてあげるとほら、なんかすごい綺麗になんかすっきり見えない？こんな感じで、ほら、全然違うじゃん。ね、やってあげると、眉毛はそこまで濃くは描かなくても、しっかりね、眉毛だけ際立ってくれるので、眉毛が薄い人とかね、こうやって見ると、ふんわり眉毛だけど、しっかり見えるようになると思います。こっちもやってみましょう。ね、こうやって下をぼかして、ほら、綺麗にいったね。そう、こうやってあげるとね、意外とさっきまでなんかそうぼんやりしてたなみたいな眉毛も急にねシュッとしましたよね。どう？なんか結構手間かなって思うんですけど、あっちかなって迷うよりは全然この一手間の方がね早いかなと思います。はい、こんな感じでできました。どう？結構綺麗にできたよね。毛流れはね、こっちの方が好きなのよ。でも形はこっちの方が好きなのよ。どう？難しいよね、眉毛って本当に。ということでね、まあこういうアイデアもあるよっていうことで、今日はね、もうフルセットでやったんですけれども、私はいつも、まあこれね、毛流れを整えの、まあ下中心に描いてぼかして上にぼかしてって感じですね。このねハイライトは濃く描きたくないけどもはっきりさせたいっていう人はやってみるといいと思います。まあ一手間でねこれぐらい描けるのでぜひぜひ試してみてください。そんなにね太くもなく濃くもなく、私の地毛を生かした感じの眉毛メイクになります。ということで今日は眉毛の描き方についてやってみました。この動画が参考になったなと思った方は是非チャンネル登録と高評価、あとね通知ボタンベルマークも是非セットして次の動画ねアップを楽しみに待っていてください。50代のね明るく健康に人生の後半をね生きるための何かしらね生き方のアドバイスができればと思いましてこの動画を立ち上げました。もうおばちゃんだから諦めモードにならないでね、ここからますます女っぷりをね上げてね人生楽しんで生きていきましょう。ということでウェルネスオーバー50、今日はね眉毛の描き方でした。それでは次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。